こんにちは。センスを超える習慣化の赤飯です。さあ、ついにやってきました。10月14土曜日、15日曜日、Amazon プライム感謝祭です。今日はこのプライム感謝祭に向けて筋トレを始めたいと思ってる人、夏海が終わってプールが終わってちょっとだらけちゃったな、もう一回行きたいな、あとは最近流行ってるチョコザップ、ここに通い始めた人にぜひ見てほしい Amazon プライムで買える筋トレ初心者グッズをご紹介していきます。僕、赤飯はですね、筋トレの習慣化、これを通じて誰でもやりたいことをやれるようになる習慣化のコツ、これを発信していますので、ぜひよかったらチャンネル登録いただけますと嬉しいです。またフィジークの大会に向けた様子とかタクトレ動画も出しているので、ぜひ概要欄から遊びに来てください。さあ、というわけで Amazon プライム感謝祭丸々48時間の土日限定セールです。 Amazon プライム会員のみしか対象にされてないっていうのがちょっと難点なんですけど、お伝えしていければなと思います。 Amazon プライムで買える筋トレ初心者におすすめなグッズ4選ご紹介していきますので、ぜひ見ていってください。先に4つ言ってしまいますね。1個目パワーグリップで、2個目トレーニングシューズで、3つ目プロテインで、4つ目トレーニングボトル、これを紹介していきたいなと思ってます。じゃあ1個目のパワーグリップなんですけど、皆さんパワーグリップ、おそらく筋トレやられてる方は聞いたことあると思うんですけど、これから始めようと思っている方、馴染みない言葉だと思うんですよね。これはですね、背中の種目、主に物を引く種目ですね、引き上げる種目の時にめちゃめちゃ効果を発揮する代物です。背中のトレーニングの時ってグーって伸びてるところとキューッと縮める伸縮と伸長の動作をよりたくさん取ってあげることで背中に効きやすくなります。懸垂とか、あとはラットプルダウン、あとこういうローですね、地面と平行に引くマシンとかもあると思います。多分チョコザップにもあると思います。で、ここで一つ背中系の種目で難点なのが、引く時に少なからず握力も使うんですよ。で、背中の筋肉の大きさと握力のここの筋肉の大きさってもう見れば分かる通り全然雲泥の差があるんですね。となると背中で引けても握力が先にダメになるっていうパターンがめちゃくちゃ多いんです。だからこのパワーグリップっていうのが大事になるんです。で、このパワーグリップっていうのは手首にこうぐるぐる巻きつけて、ちょっとお見せしますね。これはパワーグリップの中でもリストストラップっていうちょっと別の紐状のやつなんですけど、こういう紐状のものを手に巻きつけるんですよ。こうやって手に巻きつけることで棒を引っ張る力に、ここにもう一個のベロをかませることでこっちからも引っ張られるようになるんですね。そうすると自分の握力だけじゃなくて自動的にこいつが支えてくれることで握力を補助してくれます。これね、あるとないとで全然背中の効きが違うので、もう初心者の頃から、初めの頃からやっておくと背中取りよくわかんないし疲れるからもうやめたっていう状況がなくなります。引く種目の補助をするこういうグリップ系のものって2種類ありまして、1個目がこういうリストストラップっていうただの紐のようなもの、もう一つがパワーグリップっていうこのゴム状のベロみたいなものがベロンってついてるやつ、この2つがあります。で、今回おすすめしたいのは、僕ちょっとこれしか持ってないんですけど、パワーグリップの方です。で、なんでかっていうと、リストストラップとこのパワーグリップの違いは、こっちの方が巻きづらいけど強いで、パワーグリップの方が巻きやすいけど若干弱い、補助する力が弱い。ただ最初の方は全然パワーグリップで十分なので、巻きやすさの方を重視した方がいいと思います。で、おすすめ、これはですね、 Amazon で一番上に出てくるオールアウトのものをおすすめしたいです。3000円弱で買えます。僕も使ってたことあるんですけど、1年ちょっとで結構壊れちゃうんですよね。縫い目がブチブチブチって取れてダメになってしまいます。ゴールドジムのやつとかもうちょっと上のランクのやつは1万円ぐらいするんですけど、それは全然壊れないらしいです。でも最初は3000円でいいかなって全然思うので、しかもオールアウトなんかかっこいいじゃないですか。これぜひおすすめです。パワーグリップ1個目でした。そして次は Amazon プライム感謝祭のおすすめトレーニング用品はシューズです。皆さんトレーニングシューズと聞いてどんなものがいいかなって思い浮かべますか？おそらく僕もそうだったんですけど、筋トレ始める前ランニングシューズみたいな、軽くてクッション性があってくるくるって丸められるような感
感じでコンパクトでという、いわゆるランニングシューズですよね。走るのに最適な軽いシューズ、これを頭の中に思い浮かべるんじゃないでしょうか。ただこと筋トレといってもウェイトリフティング系の筋トレにおいてはちょっと違うんですよ。なぜかというと、バーベルとかダンベル、重さを扱う筋トレにとって地面にしっかり着地して踏ん張ることってものすごく大事で、それをふにゃふにゃのクッション性のある靴だと結構相性が悪いんです。じゃあ何がいいのかっていうと、筋トレ用の靴に必要なのは滑らないっていうグリップ性と、あとはなるべく平らであること、そしてそこがなるべく薄いもの、地面と同じ感覚で足を踏めるものというのが重要です。なので皆さん思い浮かべてください。上履きが最適なんですよね。小中学校の時にペッターっとしたやつで下にゴムがあって、もう歩くとパンパンパンと音がするような靴です。あれが筋トレにおいては最強なんですよ。僕も持ってるんですけど、こんな感じです。下がゴムでもう真っ平らですよね。真っ平らでもう見るからに薄い、こういう靴が筋トレにおいてはグリップ力と踏ん張り力を高めることができるんです。なんで Amazon でトレーニングシューズいっぱい探してみてください。ここで明確なおすすめとかはしないんですけど、薄底、クッション性がないでもう上履きみたいな靴、これを探してみてください。トレーニングシューズって検索すると多分ランニングシューズとこの薄っぺらな靴の2種類が出てくるので、こっちの薄っぺらな靴の方を探してもらえるといいと思います。安ければもう700円ぐらいで買えると思います。ちなみに僕が今使ってるこれは Amazon じゃないんですけど、ワークマンで買いました。ケンさん2っていうなかなか渋いブランドですね。でもこれトレーニング界隈では結構流行ってるっぽくて、よくエニタイムでも同じものを履いてる人もいます。これもおすすめです。 Amazon プライムじゃないけど。じゃあ次、お待ちかねかもしれません。プロテインですね。多分筋トレするとなったらまずプロテインから買う人も多いんじゃないかなって思ってます。僕も分かります。プロテインから飲んで形から作りたい、その気持ちめちゃめちゃ分かります。所詮はね、プロテインといってもタンパク質なんで、胸肉とか他のもので代用できるなら全然それでいいんですけど、ただね、いかんせんサプリを飲むっていう行為自体が何かしらのモチベーションになるっていうのは絶対あると思うので、僕はこのサプリを飲む、プロテインを飲むっていうのは気持ちを上げるっていう面においてはものすごい賛成してます。なんでこのプライムセールでしっかりとプロテインを買ってプロテインを家に置いてやるしかない、こんな状況を作っていきましょう。じゃあ何がいいのかって話なんですけど、プロテインの種類の話をします。プロテインはまず牛乳から作られるホエイプロテイン、カゼインプロテインっていうものと、大豆から作られるソイプロテイン、本当に大きくざっくり分けると3種類あります。筋トレの効果を最大限活かして筋肥大に持っていくっていう意味においては吸収が早い方がいいんですね。となるとさっき言った牛乳から作られるホエイ、カゼインの中でもホエイプロテイン、これがおすすめです。でさらにこのホエイプロテインの中でもホエイプロテインアイソレート WPI ってものとホエイプロテインコンセントレート WPC っていう2個に分かれます。値段で言うと WPI の方が高いです。 WPC の方が安いです。タンパク質含有率で言うと WPI の方が高い、 WPC の方が低い。ここまでは単純に質の高さの話なんですけど、ここからが大事です。乳糖不凍症の方、特に聞いていただきたい内容なんですけど、よく牛乳を飲んでお腹壊す方はこの乳糖不凍症っていうのに当たります。結構日本人多いらしくて、なんかの研究によると 7,8 割の方はこの乳糖不凍症に当たると。この方は WPI の方をおすすめします。高い方ですね。なんでかっていうと、この WPC から乳糖っていうものを取り除いて、よりタンパク質の純度を高めたものが WPI なんですよね。ちょっとお腹弱めだな、でもタンパク質、プロテインは不足するから取りたいなっていう方はこの WPI の方をおすすめします。もしこの WPI の方を飲んでもきついという方は、大豆から作られたもう乳が一切入ってないソイプロテインですねをおすすめします。ちょっとカゼインの話は置いときます。でさっきタンパク質含有量の話をしたんですけど、プロテイン選びで見てほしいポイントなんですよ。ここがあれ、このプロテイン安い、どこよりも安い、買っちゃおうポチってなっても、裏面見てみると1食あたりのタンパク質
12g 書かれてるんですよ。でこれだいぶ商品によって差があって、1食あたり25とか結構高めのものもあれば、本当に12とかの低いものもあるんですよ。そうなるとプロテインを取る目的ってイコールタンパク質なので、そこにお金をかけないと意味がないじゃないですか。皆さん1食あたりのタンパク質含有率、含有量っていうのはしっかりと見た上でコスパを確認して買うようにしてください。基本的に今から僕が紹介するプロテインは今言ったホエイプロテインであることで、基本的に WPC の方で紹介してます。でもう1個が1食あたりのタンパク質含有量がまあまあ大丈夫だよね、低すぎないよねっていうもの、この2つはちゃんと満たした上で全て紹介しているのでご安心ください。じゃあ実際何がいいのか。1個目はザバスです。もう我らが日本の会社明治が出しているプロテインですね。どのコンビニ行ってもザバスのミルクプロテインあると思います。タンパク質含有量は他と比べてちょっと低めかもしれません。ただ、安心の国内産っていうものと、あとはプライム感謝祭の事前告知みたいなものでもう早々に上がってるんですよね。なのでザバスは確実にセール対象になるはずです。でめちゃめちゃプロテインの中でも王道たる商品なので、ちょっとここは早めになくなっちゃうかもしれないなと思ってます。要チェックです。僕もいろいろ Amazon で買えるプロテイン飲んでみたんですけど、これうまっってやつ、美味しさ重視の方いらっしゃると思います。美味しくないと飲めないよっていう方、この方にぜひおすすめしたいプロテイン3種類あります。もう一気に紹介しますね。バイタス、バルクス、そしてアンビークのオールインワンプロテイン、この3種類はそれぞれ飲んでみたんですけど、まあ美味しいです。ちょっとこれ九州に異動になった友達にプレゼントしようと思って、そいつん家に行く前日ぐらいに Amazon でポチって、そいつん家に行く時にちょうど Amazon の配達員さんも来ていただけるようにしたんですよ。であれなんか箱あるみたいな、開けてみてその3種類のプロテイン一緒に飲み比べしたんですけど、ちょっとね持ち帰りたくなっちゃう。プレゼントしたのが後悔するぐらい美味しかったです。でその中でもバイタスは本当に美味しいです。これ先に言っておきますけど、案件でも何でもないです。登録者数こんな少ない YouTuber に何も話は来ないので安心してください。でこのバイタスはパッケージの色からしてめちゃめちゃフレッシュ感があるんですよ。でその中で何がうまかったかというとキウイですね。キウイと聞いてそれどういう味付けになるのって思うんですけど、カロリーとかあんまり気にしてない方は牛乳入れてみるともっと美味しいです。もうキウイスムージーです。でバルクス、これはねチョコ味が美味しいです。これも友達と一緒に試食したんですけど、もうねもうチョコブラウニーですね。もうスイーツを食べているような感覚に陥れました。これはね筋トレ後のご褒美にぜひもってこいです。で最後はアンビークのオールインワンプロテインのバナナ味です。これもね美味しかったですね。もうバナナミルクです。朝起きてから一番に飲むと朝ごはん食べてるような気分になったので、これも結構おすすめでした。なので美味しさ重視勢は今挙げた3つ、バイタス、バルクスとアンビーク、この3つはぜひ試してみてもらってもいいんじゃないかなって思ってます。で最後ですね、より価格を低く抑えたいという方におすすめです。ここはグロングです。このグロングっていうプロテインはOEM って言っていろんなメーカーさんのブランドを委託されて作ってる方々がもうそのまま出しちゃうということでブランドを出しています。それがグロングなんですけど、なのでブランド価格みたいなものが一切取り払われてるのでその分安いです。でも中身はちゃんとした品質のものが入ってる。なのでこれはねだいぶ僕としてはおすすめで、結構いろんなサプリ、グルタミンとかクレアチンとか他の筋トレサプリも結構グロングから買ってたりします。あともう一個はこの際プライム感謝祭関係なくおすすめのプロテインちょっとだけお話ししたいと思ってます。これが松清ラボです。松本清のプライベートブランドなんですけど、多分ドラッグストアとかで買うプロテインの中で一番安いのが松清のプロテインなんです。しかも含有量もめっちゃちゃんとある。何より美味しいんですよね。ココア味とヨーグルト味の2種類があるんですけど、特にヨーグルト味もうおすすめですね。さっぱりしてて溶けやすいし美味しい。しかも多分1食あたりタンパク質確か 21g ぐらいしっかりと 20g 以上入ってるので、ここもおすすめポイントの一つです。あとはですねマイプロテインとかもおすすめですね。配送で届くまでに1週間下手すると2週間ぐらいかかってしまうんですけど、外国から送ってもらうのでその分輸送料が高くて8000円以上ぐらいパクッと買わないと配送料が無料になったりしないっていう、ちょっとした煩わしさはあるんですが、多分今挙げたものたちよりも全然安く買えられると思うので、
一旦初心者の方は Amazon で小ロットで試してみてから、よしじゃあもう本格的に筋トレを始めようって思ったら Amazon でバクッと買ってしまうのも一つの手かなって思ってます。はい。で最後ですね、ウォーターボトル。皆さん筋トレ中の飲み物、これものすごく大事なんですよ。2018年に国際スポーツ栄養学会が発表した論文、これ見てみたんですけど、世の中に今様々なサプリが出回ってる中でしっかりと検証してエビデンス A、エビデンス B、エビデンス C っていう3分類をしたんですね。エビデンス A っていうのが明らかに安全かつ効果のある強力なエビデンスを含むサプリメントだって言われてるものたちで、そこの中の筋トレのパフォーマンスを上げるためのエビデンス A に含まれていたものに堂々と水が入ってるんですね。水、ただの水でしょって思うんですけど、ただの水がものすごい大事なんですよ、筋トレにとっては。この水分っていうのは体内の血液の循環っていうのをしっかりと促進してくれるので、酸素と栄養素っていうのを筋肉に送り届ける機能を持ってます。しかも筋トレ中って汗めっちゃかくので、その分水分不足に陥りやすいんですよね。水分不足に陥ると筋肉を動かす酸素とかが供給されなくなってしまうと。なので筋トレ中は結構大量の水分を取る人が多いです。となると、忙しい社会人の皆さん、僕もそうなんですけど、なるべく多くの水を楽に持ち歩きたいですよね。ただ毎日ジム入って水買ってそれを繰り返すのもう水に150円とかかけるのもなんかもったいない。なんか高いんですよ、ジムの水って。あと多分 500ml とか程度だと全然足りないんですよね。筋トレ始めると分かると思うんですけど、そこでおすすめしたいのは Amazon のリンク貼っておきますが、このブランドです。なんていうのか分かんないんですけど TSQIBU っていうブランドで、マックスで2リットル入る常温ボトルで、常温だからこそめっちゃ軽くて持ち運びしやすいです。2リットルあるので、これさえあれば1日の水も補うことができます。でよくあるそのプラスチック系のボトルって結構飲み口が広すぎてバシャってこぼしちゃったりするんですよ、僕。ただそれもないようにしっかりとキャップ式でパチッと片手で開けられて、飲み口が狭くなっているのでその分しっかりと飲めるっていう工夫もされているボトルです。一回ね、ビジネス系のバッグに入りやすいっていうノート型の水筒を買ったんですけど、あれ洗う方法がわからなすぎて一回で断念しました。あれを洗う専用のものとかなんて存在しないので、飲み口が狭い割に中がめちゃめちゃ平べったくて大きいので洗えませんでした。持ち運びが簡単だけど大容量、そして洗いやすい。なのでこれ結構おすすめです。はい、というわけで10月14、15、あともう少しですね。 Amazon プライムセール、ここで筋トレグッズ、筋トレプロテインしっかりと揃えて筋トレの土台を作って習慣化を積み重ねていきましょう。必ず日々少しずつでも積み上げていけば何かしらの結果は訪れるはずです。そしてその何かしらの結果がまた次のモチベーションを生んでいくはずです。ではまた。